まだ残雪の残る遊歩道。歩き始めた私にいささか焦りがあった。ハイキングを開始するには午後3時というのはさすがに遅すぎる。案の定遊歩道には自分以外誰もいない。ここは日光戦場ヶ原。東照宮で有名な日光からさらに先の奥日光である。都心から奥日光へは下道で国道4号、119号、120号で3時間半から4時間。高速を使えば東北自動車道と日光宇都宮道路で3時間弱である。世界遺産日光東照宮、その素晴らしさを表す言葉に、日光を見ずして結構というなかれ、というのがある。だが今回は、日光を見ずして奥日光という流れ、である。ここは日光を飛ばして、いろは坂を登り、奥日光へ進もう。右に男体山、正面に中禅寺湖も見えてくる。これは有名な華厳の滝である。さらに進んで日光二太良山神社の鳥居をくぐっていく。その昔、奥日光は修験道の霊場であり、女人禁制かつ牛馬禁制であった。女性や牛馬に引かせた乗り物はいろは坂の手前までしか来れなかったのだが、近代になって1872年明治政府がそれらの禁制を解いて以来、牛馬はもちろんこのように自動車で来れるのである。赤沼の駐車場は12月23日から3月いっぱいまで閉鎖であったが、4月からは駐車可能である。とはいえ、まだまだオフシーズンなのでとても空いている。冬季は小田代ヶ原のトイレは閉鎖されているので、赤沼のこの左のトイレが最後である。ちなみに洋式トイレはあるが、ウォシュレットではない。雪解けしたところがぬかるんで足を取られるが、雪のかぶっているところは雪は深くないので逆に歩きやすい。戦場ヶ原集会となると、時計回りか反時計回りかで議論が分かれるところであるが、日が高いうちにメインの戦場ヶ原と男体山の景色を堪能しておきたいので、反時計回りを選択する。ちなみに、この反時計回りコースではメインディッシュは赤沼から青木橋までの景色の良い木道であり、その後は小田代ヶ原の貴婦人というデザート以外は林の中ということになる。だから、大抵の場合この反時計回りが正解なのである。ただ、時計回りをした時には後半に戦場ヶ原と男体山を正面に見ながら木道を歩けるという利点もある。反時計回りだと、男体山はいつも後方に来る。すぐに湿原保護の木道が始まる。日が当たるところは雪も溶けていて、チェーンスパイクなしで行けそうだ。熊よけの鈴を忘れたことに気づく。木道はやがて湿原を縦断している湯川と並走する形となる。男体山を背に木道を黙々と歩く。マガモである。繁殖期のオスは緑色の頭、黄色のくちばし、白い首輪、
灰白色と黒褐色の胴体で、メスはくちばしが橙と黒で、ほぼ全身が黒褐色である。水面を泳ぐのは上手だが潜れず、水中に首を突っ込んだり逆立ちしたりして餌を取る。戦場ヶ原の名前の由来は、今の栃木県の男体山の神と、今の群馬県の赤城山の神が、美しい中禅寺湖を自分の領土にしようと、それぞれ大蛇と大ムカデに姿を変え、激しい争奪戦を繰り広げたという伝説による。栃木県対群馬県の戦いである。しかし、なかなか決着がつかない戦いに業を煮やした男体山の神は、弓の名人である自分の子孫、サルマロに大ムカデの目を射抜かせ、ついにこれを打ち負かした。この戦いが繰り広げられた戦場が、現在の戦場ヶ原なのだと伝えられている。そして、その大ムカデの血が川となって流れている。というのは嘘で、土に含まれる鉄分が酸化して赤くなっているのである。戦場ヶ原を見渡せる最初の展望台が見えてきた。日光表連山は、右から男体山、大眼山、小眼山、小さい丘を挟んで、太郎山、山王帽子山が見えている。大眼山の裏側で見えないが、これに帝釈山、女峰山、赤薙山を合わせて、日光表連山を形成しているのである。これに奥白根山、前白根山を加えて日光連山という。ちなみに日光裏連山というのはない。小休止を兼ねて景色を堪能しながら、遅い昼食というより超遅い昼食である。図が高い。どこか三つ葵の門に似たこの門所は、紛れもない埋線のヒレカツサンドなのである。至福の時と言ってよかろう。何気に危なかった。至福の時と災いはコインの裏表という教訓である。
さて、晴天に恵まれて浮かれている場合ではない。まだ、全工程の4分の1しか消化していない。ここから平坦な木道が終わり、青木橋を渡った後は若干の起伏のある林の中を抜けなければならない。泉谷土池方面と小田代ヶ原方面の分岐点にやってきた。夕方だというのに、20センチの霜柱が健在なのは驚きだ。赤沼パーキングまで1時間半というところだろう。足音以外のすべての音が裸の林に吸い込まれていく。新雪のモフモフする足音もいいが、シャーベット状の雪のサクサクなる足音も捨てがたい。遅い午後の日差しを浴びてベージュ色に浮かぶ木道と、雪上に長く伸びる木々の青い影も筆舌しがたい。
火対策のための柵が見えてきたのだが、扉が開けっぱなしである。どうしたものか思案しながら通過する。とりあえず閉めようと思ったところで固まった雪が邪魔で閉まらない。閉まらないから放置するというのはいかがなものだろう。独断により雪を蹴散らして扉を閉めることにする。鹿は2メートルを飛び越える能力があるので、このフェンスでは足りない気がするのだが。大雪が降る年がなくなってきたとか、捕食する狼が絶滅しているとか、いろいろな理由で鹿が増えすぎて、笹や木の樹皮、植物の芽などを手当たり次第食べてしまうので、いろいろ対策が練られているようだ。再び分岐点に到着する。左はショートカットで小田代ヶ原をスキップするコース。右は小田代ヶ原に寄っていくコース。ここは貴婦人に会いに右を選択である。太陽はもうすぐ山陰に隠れようとしているが、どうやら夕日に照らされた貴婦人に会えそうだ。静かなること、林のごとし。孫子の兵法の一節が脳裏をよぎった。西の湖への遊歩道の分岐点に着いた。周回コースのだいたい5分の3というところだろう。この調子ならまだ明るいうちに赤沼駐車場に帰れそうだ。もう少し歩けば、小田代ヶ原の貴婦人に謁見できるベストスポットに着く。夕日が雪解けの小田代ヶ原を優しく照らしていく。この静寂な湿原の中央、唐松林の最前列に凛として佇む色白の白樺、それが小田代ヶ原の貴婦人である。湿原の西の白樺林も美しいが、この貴婦人のフォルムには誰もかなわない。雪解けの水たまりに半月が浮かんでいた。この月も夜にはずっと何十年も貴婦人を照らしてきたに違いない。
そして山陰に太陽は隠れ、残雪の湿原に夕闇が忍び寄ってくるのだった。などと余裕をかましていると実は危険なのである。明るいうちに帰れるだろうと思っても、万が一のためにザックの中にヘッドランプは常備しておくべきと上高地で去年学んだはずなのにコロッと忘れている。暗くなってヘッドランプなしの野外歩きはトラブルのリスクが高い。かくしてマッハのスピードでパーキングに戻るのであった。やれやれ、そこそこ明るいうちに戻ってくることができた。そして教訓を学んだはずのヘッドランプは車の中である。おっと、なんということだ。室内灯を消すのも忘れていた。熊よけの鈴を忘れ、ヘッドランプを忘れ、車の室内灯を消し忘れた大きな過失を深く反省し、夕食のビールは抜きというペナルティを自分に課した。というか、単純にビールを飲むのを忘れているというのも否めない。いずれにせよ、80円のレトルトカレー、そしてゆで卵とトマトのサラダを身分不相応なテーブルウェアで食べると、材料費100円強の夕食もホテルで食べたかのような錯覚に陥り、贅沢しているという満足感が得られるという作戦だ。クミンシードを米に振りかけると、80円のレトルトカレーも専門店に近づくと誰かが言っていた。自家栽培イタリアンパセリを散らす。Allez, bon appétit. Dies. 贅沢感という錯覚を利用した満足感を満腹感にすり替え、幸福感を導き出すこの作戦をセロトニン作戦と名付けよう。初の天の川撮影である。夏に向けて仕上げていこう。ご視聴ありがとうございました。面白いと感じていただけたら、よろしければチャンネル登録、そしていいねボタンを押していただくと動画作成の励みになります。